からバンコク行きのバスに乗ります。7時45分にバスは出発。今回も旅の仲間は欧米の人たちがほとんどでした。今回の旅で長距離バスに結構乗ったのですが、乗っている乗客の人は欧米の人が本当に多かったですね。人気があるのかな。出発して2時間ほどで一旦休憩。見慣れたカンボジアの田舎の雰囲気ですね。バスはさらに走って国境の町ポイペトに到着。ここでカンボジア側の出国審査をします。カンボジア入国の時、建物の中は撮影禁止なのですが、バスの添乗員さんの方にもう外からカメラはしまっておいた方がいいよと言われて、念のため撮影は控えておきました。で、後ろに見えていたのがカンボジア側の国境ですね。たまに警備の人とかにカメラ没収されて撮られちゃうことがあるみたいで、一応気をつけてということでそうしました。正面に見えているのがタイ側アランヤプラテートの国境の門です。もう建物がタイって感じですよね。歩いて国境を越えるというのはこの時が初めてでした。ベトナムからカンボジアに渡った時はバスに乗ったままでしたからね。入国審査を終えてタイに入国。バスに再び乗り込み、ここからバンコクに向かいます。多分 3,4 時間で着くんじゃないかな。バンコク市内が見えてきましたね。とても都会的な雰囲気。6時30分にバンコクに到着。バスはカオサンロードあたりに到着したんですかね。バックパッカーで有名な街ですね、ここは。結局入国の審査を含めると11時間くらいの移動になりました。19時10分ホテルに到着。めちゃくちゃかっこいいドアマンがいました。でもね、このドアマンはドアを開けてくれる気はあまりないみたい。眠そうだな。バンコクは全部で4泊するんですけど、最初の2泊はこのレストバンコクというホテルで、残りの2泊は違うホテルにチェックインします。1階のラウンジでちょっと休憩してから夜ご飯を食べに行きます。バンコクは都会的な雰囲気もあるのですが、やっぱりこういう雑多な空気感も東南アジアという感じがしていいですよね。1ブロックくらい歩いて、このターミナル21というショッピングセンターで夜ご飯を食べることにしました。夜ご飯は Google マップで調べたこのバーベキュープラザというところで焼肉を食べることにしました。今日はね、さすがに長時間の移動だったので肉を食べて元気を出そうという作戦です。でジンギスカンの鍋みたいなものが来て、スープも持ってきてくれて、やり方がわからなかったので店員さんが全部やってくれました。優しい。
これで出来上がりかと思っていたら、こんな感じで上からスープをかけていたので、これは多分焼肉というよりはムーカタという料理に近いんじゃないですかね。ムーカタも食べてみたかったので一石二鳥でよかった。おはようございます。前の日にカンボジアから長距離移動してきたこともあり、起きたら昼過ぎでした。このホテルね、こんな感じで外にテラスがあってとても良い雰囲気でしたね。以前バンコクにミュージックビデオを撮りに来て、その時に訪れた場所とか、その時行きたかったけど行けなかった場所などを巡ってみたいと思います。1時45分、グラブでバイクタクシーを呼んで移動開始です。最初の目的地はサンタクルス教会。このバイクのすり抜けすごいですよね。こんなちっちゃい隙間行っちゃうんだ。なかなかスリリングでした。この時ね、気温が多分35度近くあったと思うんですけど、こうしてバイクで風を切っているととても気持ちが良かったです。旧市街を抜けて中華街に到着。ここすごかったですね。いきなり中国に来た感じ。まあ中国は行ったことないんですけどね。教会に来てみたんだけどやってなかったな。教会の人に聞いてみたところ、この日はミサがあるみたいで、夕方5時に教会が開くからもう一回おいでと言われました。サンタクルス教会というのは聖なる十字架という意味で、1代目の教会、木造建築の教会だったみたいなんですけど、それが1770年に建築されました。今見えているのは1916年に再度建てられたものですね。教会の見学を終えたので、次はカオサンロードに向かいます。前回バンコクに来た時はカオサンロードに行かなかったので、今回が初です。カオサンロードに来てみました。なんかもともとバックパッカーの聖地みたいなところらしいんですけど、今は結構観光地みたいになってるのかな。バンコクは来たことあったんですけど、ここは来たことなかったので、ちょっとブラブラしてみようかな。そういえばカオさんってマクドナルドが有名でしたよね。素通りしてました。この看板にノーパーキングって書いてあるんですけど、めっちゃパーキングしてるな。パーキングしていいのかな。今日はさっき起きて朝ごはんを食べに行きます。ガパオ屋さんに行こうかな。
こういう感じのローカルな屋台もこれはこれで味があっていい。今日はここの屋台でガパオを食べようかな。Hello. Can I have Có hủ sập, what is it? sập, What's up? This one? dạ. Yes, please. そんな感じでなんとなくの雰囲気でガパオライスをオーダーして今作ってもらっています。とても美味しそう。Yeah, I want my egg to be fully cooked. こんな感じで手際がとてもよく、すぐにガパオライスが完成。卵に火を通してくださいって伝えたんですが、それはあまり伝わっていなかった様子。ガパオライスめちゃくちゃ美味しかったです。あまり辛くしないでって言ったんですけど、結構辛かったですね。今日から2日間宿泊するのがこのキングストンスイーツホテルというホテル。コロニアル調でとても綺麗な外観でしたね。チェックインしてちょっと散歩に行ってきます。バスとか公共の交通機関に乗ると、そこに暮らしている人たちの暮らしがそのまま味わえる気がして結構好きなんですよね。この日最初の目的地はプラトゥーナムというところなので、プラトゥーナム行きのバスに乗りました。この今見えている青い服を着ている人が車掌さんで、バスに乗り込んで、そしたらこの人が自分のところに来て行き先を告げたらいくらいくらだよって教えてくれるシステムみたい。屋台もこんな感じで出ているんだけど、歩いている道と屋台がとても近い。プラトゥーナム市場の周りをうろうろした後はまたご飯を食べに行くことにしました。到着したのがこちら CNN インターナショナルという海外メディアでとても美味しい料理として紹介されたマッサマンカレーのお店、クルア・アロイアロイ。このカレーね、具だくさんで本当にとても美味しかったですね。今朝食べたガパオライスもとても美味しかったんですけど、このカレーも引けを取らないくらい美味しかったです。お
寺から少し歩いて散歩をしていたら猿がいましたね。確か占い師の人がこの猿持ってたんじゃないかな。コーヒー屋さんがあったからコーヒー買っていこう。Hello. Hello. Here's the menu. You can start. Can I get the Americano? Oh, okay. 昨日来たら月曜定休で行けなかったこのバンコクアート&カルチャーセンター行ってみようと思います。中行ってきます。念願だったバンコクアート&カルチャーセンターの中はこんな様子。この時は確かミャンマーの写真家さんの展示をしていたのかな。フロアもたくさんあって見応えがありました。この建物自体も円柱形の変わった作りで建築物を見ているだけでもとても楽しかったです。見学を終えて外に出てきました。サイアムの周辺はとても都会的な雰囲気ですよね。隣の国のカンボジアと比べても全然違いました。MBK で買い物して帰ります。シャンプー買わないと。アイコンサイアムとかサイアムディスカバリーとか行ってみたんだけど、だからあの辺は日本のデパートとあまり変わらずで特に楽しいものはありませんでしたね。中に入ってるお店とかも日本とあまり変わらないような感じでした。結局ね MBK の薬局には1日使い切りのシャンプーみたいなものがなかったので諦めてホテルに帰ります。だいたい土地勘がつかめてきて、これがさっき薬局に買い物してた MBK で、こっちがちらっと覗いたサイアムディスカバリーでホテルが向こう側。ホテルの近くの食堂で朝ごはんを食べに行ってきます。なんかね、美味しいところがあるみたい。あと調べたらタコス屋さんもあったので、そこにも行ってみたいなと思っています。やっぱりタコスにしよう。Hello. Can I get a soft taco? Soft? Yes. Yes, corn or flour? What is it? Corn or flour? Corn. What kind of meat is it? Do you have Pork, beef, chicken, lamb, or
I have to go for yeah. 結局前もって調べていた食堂ではなくてメニューに惹かれてタコス屋さんに入りました。タコスだけじゃなくてメキシコ料理全般扱ってるみたいでしたね。From America. Oh, I used to live there. Oh, really? Where? Yeah, California, Where? Orange County. Orange County. Okay. So I lived in San Diego. Oh, really? Actually, you know where Oceanside is? Oh, yeah, my friend used to live there, San Diego. Okay. Yeah. So I lived in Oceanside at the military base for about 5 years. Oh, cool. Yeah. So I lived there, and then I'm from Oklahoma. Oh, that's nice. Yeah. And you live here now. Yeah, I live here now. Nice. 少し歩いて MRT ブルーラインのスクンビット駅に到着。これに乗って中華街に向かいます。チャイナタウンに到着しました。なんかね、地下鉄は写真撮影禁止だったので特に動画もないんですけど、まあ特に何事もなくチャイナタウンに到着。これからちょっとブラブラしてみます。チャイナタウンのメインの通りに着きましたね。これでちょっとぐるっと一周してこようかな。中華街を行ったり来たりブラブラしてネオンに目を引かれたのでこの店に入ってみることにしました。フカヒレとツバメの巣がメインの店なのかな。僕が頼んだのはフカヒレでもツバメの巣でもなくてチャーハここでチャーハンを食べてきました。とても美味しかったです。じゃあ散歩を続けます。今日暑すぎる。今回の旅の中で一番暑いんじゃないかな。なんかあっちにお寺が見えているのであそこまで歩いてみます。中国語で酒店って書いてあるのはホテルみたい。รับไปไหน
中華街の散策が一段落したので、売宅に乗ってロン1919というところに向かいます。さっき歩いて通った中華街、車道から見るとより雑多な感じが際立ちますね。ロン1919に到着。ここはもともと1850年代に中国の商人たちが貿易の拠点として使っていた場所です。もともとは商船の船着き場だったんですね。ロン1919っていうところで非常にまったりとした時間を過ごしていました。残念ながらもともともっとたくさんショップとかがあってお買い物できるようなスペースもあったみたいなんですけど、多分コロナ禍の影響なんですかね、もうほとんどショップは閉店してしまっていました。それでもね、ここの雰囲気は僕はとても好きだったので、ちょっと飲み物などを買ってゆっくりしました。で、バンコク市内に戻ります。というかここバンコク市内なんだけど、で今ブラブラ歩きながらホテルに戻っています。で、今夜が今回のアジア横断の旅最後の夜ですね。なんか長いようでとても短い2週間でした。もうあっという間だったかな。
まあ旅の終わりというのは何か寂しいですが、次は新しい国にも行ってみたいなと思っています。